いや、ほんとなんか子供の頃思い出しますね。懐かしいな。今日はフライパンでできる屋台の焼きとうもろこしというメニューをご紹介したいと思います。皮剥ぎます。まずポイントその1、サラダ油をまぶす。じゃあこれで食べた時のジューシーになる。お醤油上からかけて焦がし醤油にしていきます。最初に油塗ったじゃないですか。一粒一粒立たせた感じ。いや、うまいっすね。今週はですね、トウモロコシを使って料理をしていきたいと思います。レシピというか懐かしの味っていう感じなんですね。最近はですね、夏祭りの夜店行ってもあんまり焼きとうもろこし売ってないですよね。ないですよね。で、僕が子供の頃って焼きとうもろこし屋さん確実 100% あったんですよ。醤油の焦げた匂いとね、こうくる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 回してるおじさんのね、こう絵が想像できますけれども、今日はフライパンでできる屋台の焼きとうもろこしというメニューをご紹介したいと思います。材料紹介です。トウモロコシ、サラダ油、バター、醤油。非常にシンプルです。さあ、これをどうやって美味しく焼き上げるかってことですね。まずトウモロコシです。皮剥ぎます。毛もちょっと取って。トウモロコシはね、なんかな、懐かしいな。子供の頃はね、ガブって噛んでも歯の間に詰まることなんかなかったですけどね。大変なことになりますよ今ね。バカ受けしてたよな。そしたらまずポイントその1、サラダ油をまぶす。サラダ油をジャーッとかけてよく染み込ませる。こうやってそしたらこう粒の間に油入りますよね。これでフライパンの表面に触れた時にちょっとはぜる感じになるっていうか、ちょっと中の水分逃げるのも防止するし、食べた時にちょっとジューシーになる感じですかね。で、この状態でフライパンに置きます。フライパンの上に置いたら火つけます。で、ちょっと熱が上がるまでちょっと強火で音を確認しますね。このレシピはですね、ちょっと時間はかかります。でもその分丁寧に焼き上げると美味しい。あとは接地面をどれだけ増やすかですね。やっぱり僕らが子供の頃食べてた屋台の焼きもろこしって全体にこうね、焦げ目がついて、そこにハケでお醤油塗っていくわけじゃないですか。その焼き目にお醤油が染み込むから美味しいんですよね。その焼き目をいかに多くできるだけ作るかっていうね。ただやっぱりフライパンなんで触れてる部分しかつかないんですよね。だから少し最後焼き目つけたいんだったら、例えばこう浮いてる部分を押してあげるとかで焼き目つくじゃないみたいなことで増やして、パチパチいってきましたね。パチパチいってきたら中弱火にして蓋をして蒸し焼きにしていきます。で、1面2分ずつぐらいで全部で5面ぐらい焼くイメージかな。そうすると10分。夏祭りの思い出はあんず飴が好きだったかな。氷の上に乗っけてあんずとみかんと、最近だといちごとかだよね。なんかねっとりしたところとその果汁を噛んだ時のこうね、コントラストが美味しいというか。こんな感じですね。この面を5面ぐらい作りたいので、ちょっとずらしてこういう状態ね。今ここに焼き目が来ています。で、お隣さんを焼いていきます。で、蓋。もうこれ2面目ですね。1面目2面目、はい、こういう感じでもう3面目。いいかな。じゃあ全体に焼き目がついた感じですかね。ぐるりと一周、こんな感じ。この焦げ目にお醤油を染み込ませる。で、通常だと多分お醤油だけなんですよ、だけどよりこってりちょっと食べてもいいかなっていうことでバターと醤油。で、まずバター入れて、すごい今熱いんで少しちょっと火を落としますね。バター溶けます。バターにまず絡める。バター絡んだ。バター絡んだらお醤油上からかけて焦がし醤油にしていきます。こういう感じかな。はい、フライパンでできる屋台の焼きもろこし完成です。
じゃあ焼きたてをいただきます。熱いだろうなこれ。このね焼き目の一番濃いところいきたいですね。あ、うまっ。いやうまいっすね。懐かしい味する。このなんか香ばしい感じ。最初に油塗ったじゃないですか。いや一粒一粒がこうつながってない感じ。粒すごい感じる。一粒一粒立たせた感じ。これは非常に美味しいです。うん。いや本当なんか子供の頃思い出しますね。懐かしいな。で今大きいフライパンで1本でやりましたけど、家族分3本ね同時に焼くこともできるし、皆さんもぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。